という形でして、万が一これいきなりズドンと勢いよく落ちるってことは絶対ないようになってます。弊社でウェッジグリップっていう商品なんですけど、それはちょっと今回改良版コロとかに駐車とか、はい、でウィンチからねじ切りからアングルパンチャー、その時にもう一回これ設置をしまうと油圧でバックするんで最高です。もう叩かなくていい。それによって刃も傷めない、スピーディーに作業ができます。でまあ本体も軽いですし、これモーターもこう360度も回りますんで。今回うちの方でも昨年末発売したケーブルの落とし込み装置っていう形でして、今まで縦貫線っていうと1階から上に引き上げてましたよね。あれがやっぱなかなか重労働、もうめちゃめちゃ大変ですやっぱ重いケーブルを重力に逆らって上げる。そうですそうです。そうなるとさっき言ったウィンチとか、いろんな部材関係にも負担かかりやすい。でこちらの商品なんですけれども、逆にドラムをケーブルドラムですね、屋上とか最上階からとかそうですね、上の方にもう設置してもらって、で上から指定の回数へ落とし込んでいくっていうものになってます。これこのキャタピラーみたいなのが回転する。そうです、キャタピラーみたいな構造で、普段からブレーキがかかってるんですよ、はい、でゆっくり落とし込んでいくっていう形ですね。で止めてもこれ止まってますんで、ストップがかかってるっていう状態です。だから万が一これいきなりズドンと勢いよく落ちるってことは絶対ないようになってます。だからちょっとこう詰まった時とかに止める時とかはもう上で人がこう踏ん張ってたっていう状態だったんですけど、これがあればもうストップかければそうですね、元かんでいいってことですよね。はい、だからこれで加えるのは安全荷重として100キロまでですんで、はい、それプラスでその勢いよくじゃなくて、ちょっとでもこのブレーキからさらにそれを超えて動き出すっていう時に、弊社でウェッジグリップっていう商品なんですけど、はい、それはちょっと今回改良版新しくなった。そうですそうです。普段こう落とし込むときは通しておっていいんですけれども、はい、万が一そのゆっくりずるずるっとケーブルが落ち始めたときに、レバーやるとパチンと常にはかかってないってことですね。かかってないですね。なんで最初の緊急ストッパーとして使えるようになっています。やばいと思ったらここのレバーを押すとしてあげると解除されてバチンと閉じるようになってますんで、なんでそれで完全にもう止めるという形ですね。で過負荷を取り除いてまた作業を再開していただくという形で、なるほど。だから二重の安全、この落とし込み装置自体ではブレーキもかかって確実にケーブルを加える。でそれでも滑った時にこっちでストップそうですですね。でその滑るに関してもこのキャタで一個一個確実に加えてますんで、シースルーを傷つける危険性っていうのはないようになってます。そうです。当たる面積が広いので一つずつがこんだけ並んでるってことですもんね。そうです。この面全部でブレーキをかけてるっていうこと。はい。これすごいのが、こっち見てもらったらさっき100キロまでっておっしゃってたんですけど、その100キロに換算する計算がもう出ちゃってるというか、もう連動するんですよね。だから1台で勝負するものでもないっていう。どこ2台3台を何メートルに1台、かけていけば60スケやったら53メートルに1台足していけるっていうのがあるんで、だからでインバーターボックスで複数台をいっぺんに連動させて下ろしていくっていう形になります。今でいうとね、どんどんビルとかでも高くなっていってるんで、これを何台も入れればっていうことですね。大都市になりますとやっぱ下にドラムを据えれる場所っていうのはあんま減ってきてるっていうところがあって、かといってじゃあその上から落とし込むっていう方法、万が一があった時が危ないので、危ないです。必ず落とさないようにっていうための方法として、この落とし込み装置、ケーブルプルダウンっていう装置と機械とこのウェッジグリップ2、この2つを併用させていただいてやってるようになっております。これ解除するときはここにあるレバーを引っ張り上げる。でこれ今こう下に台車ついてますけれども、この台車外してもラックとかに直接取り付けるするような形になってますね。で実際のセットイメージがこうですね。これがそれですね。はい。でこれがすごいっていう。もう上下で連携させて使う。そうですね。置く場所に関しては各皆様のノウハウっていうところが出てくると思うんですけど、次のフロアでも大丈夫。そうですね。イメージとしてこんなような形で。でこれこう写真で逆さ向けてるようですけど、実際これが正しい向きで、終わったらそのまますぐに
楽にもうベタッとケーブルを捕獲できるっていう。今これはちょっと見本用にはいこっち向けてるだけなんですけど、実際はこれを逆あさにし反対ですねてやってもらう形ですね。そういうことですね。はい。また弊社はこうその縦幹線もねし通常のファーボール横幹線の幹線工具っていうのをいろいろやってますんで、はい。コロとか、金車車とか、はい。でウインチからネジ切りからアングルパンチャー。奥もそうなんです。そうです。幹線工事でどうしてもやっぱアングルとかで課題補強とかしたりするということもありますので、はい。こうアングルパンチャーをで、最近場所によってはステンレスを使うところなんかも出てきますんで、はい。で弊社のこのパンチャーなんかも材料にこうやって十字に毛がいといていただいて、はい。でこのようにプレートのこの切れ目合わさせていただくとこうセンターがスッと出せるようになってます。合わせやすいですねこれ。もちろん刃先に突起はあるんですけれども、はい。非常に位置合わせのスピーディーさができるようになってます。もう台座で合わせられるってことそうですそうです。十字形がいる。結構今までのやって自分たちでこの幅とか測ってそこを描くようにしてやってたんですけど、これだと十字一発でいきますそうです、簡単にできます。でへ今これうちも駆動式になってますんで、はいパンチャーは刃が悪くなりますと引っかかることが、これあえて今引っかからせてるんですけど、今までこれ引っかかったらこう叩いて外してたんです。抜けなくなるんですこれよね。が手間です。この時にもう一回これスイッチをしまうと油圧でバックするんで、最高です。もう叩かなくていい。それによって刃も傷めない、スピーディーに作業ができます。もうね結構使ってるパンチャーとかやともうみんなしばきまくって外してるみたいな感じやったんでそれで刃が余計かけちゃったりとか、そういう手間がいりませんので。助かりますこれは。で本体も軽いですし、これモーターもこう360度も回りますんで、だから好きなポジションでできるようになってます。はい、ありがとうございます。すごいやっぱいろいろ専門知識の多いお話を聞けたんで、やっぱりどうしても僕らだけでは発想そこまで至らないところとかも全部こうやっぱり職人さんの意見でやってはるなっていうのがすごい伝わったんで、すごい勉強になりました。でこういう新しい製品を使ってやっぱり向上することで安全性も上がっていくのではないかなと思います。すみません、倉瀬さんありがとうございます。わかりました。ありがとうございました。どうぞ皆様安全に作業していただけますようよろしくお願いします。でまたその新商品っていうのは我々皆様の意見が必要ですので、遠慮なく弊社の方おっしゃっていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございまありがとうございます。アルミに変えるとまず作業性が良くなる。重たかったです正直とりあえず面白くしたいです電気屋を。